奈良の南奥深くに佇む泥川温泉。ここは単なる温泉地ではありません。大峰山信仰の主剣道の宿場として栄えてきた山岳信仰の町です。そして昭和に温泉が湧き出て温泉街となった歴史。風情のある街並みにどうしても惹かれて訪れることにしました。ちなみに今回の旅の相棒はソニーの α7S3 にレンズは 2070F4。やっぱり夜の温泉街の光をきれいに残したくて、カバンには単焦点の 24mm を忍ばせてきました。いいね。オープニングでは少し格好をつけましたが、本当のきっかけは SNS で見かけたレトロな写真でした。いつか行ってみたいという好奇心に背中を押され、奈良駅で借りたレンタカーのアクセルを必死に踏み込んで山道を越えてきました。ようやくたどり着いた泥川温泉。今回宿泊するのは創業500年を誇る花屋徳兵衛。大峰山を目指す行者たちを何世代にもわたって迎え入れてきたこの町で最も古い老舗の行者宿です。ロビーに飾られた歴史を感じる行者提灯。きらびやかなおもてなしというより静かに積み重なった時間がそのまま残っているような空間です。ああ、綺麗だね。提灯。中央にいるのは主剣道の開祖縁の行者、そして彼を支えた前期と後期の2体の鬼。昔の宿帳と思われるものが展示されていました。500年前から行者を受け入れてきた貴重な記録です。主剣道の宿場として古い歴史を持ちますが、実は温泉が湧き出したのは昭和に入ってからのこと。かつて行者たちが歩いた山の中で当時はなかった温泉に浸かる、それが少しだけ贅沢に感じられました。夕食はなんと贅沢にもお部屋での個室で。地元の山や川が育んだ食材のお料理が並びます。美味しそう。お腹が満たされた後は夜の温泉街を散歩します。頭の中で描いていた昭和レトロという言葉以上の静かな美しさがここにありました。そうだね。つららってるね。
ごいね。お、なかなか趣があっていいね。こっちもいいよ。こっちもすごいよ。宿に戻ってきました。今回宿泊するのは通り沿いの表の間というお部屋。温泉の後は縁側でのんびり一休み。降ってきたね、また。ね明日も積もるね、この状態。え、ねえ、すごい積もってんじゃん。今週が最後だって言ってた積もるの。うん。来週から暖かくなるから。ねえ、この縁側いいよね。うん、すごくいい。すごくいい。ね。眠くなるまで縁側で雪を眺めていました。すごいね、美味しそうだね。これはね、湯豆腐なんだけど、湯豆腐大好きなんだよね。これ面白いよね。ここで豆腐のさ、出汁が一緒に温められてるって、ね、下のそのこのとっくりの部分に出汁が入ってるんでしょ。そうそうそう。宿泊した表の間です。通り沿いで、しかも角部屋。廊下は容赦なく冷え込みますが、障子を閉めてしまえば部屋の中は驚くほどに暖かい。昔の人の細やかな知恵を感じました。縁側で過ごす時間は格別。実を言うとこの町には娯楽が何もありません。でもだからこそ何もしない時間がこれ以上ない贅沢に思えます。宿を後にし、この町のもう一つの顔を見るために高台へ向かいます。すごいね、漏れちゃったね。そんなに降ったんだ。で、今まだ降ってるしね。そうそうそう。どっち行く？右から行く？その左から行く？まっすぐ行く？まっすぐ行ってみようか。行こう。新世界のトロッコへ。レッツゴートゥーザトロッコ。すごいね、山。おお、すごいね、地形が。川になってんだ。川だ。免不動鍾乳洞、入り口までは小さなモノレールドロッコに乗って向かいます。来てるね。来てるね。ねえ。
楽しいね。すごいね、怖い。すごい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 ね、これ。すごいこれ85度ぐらいじゃない45度ぐらいじゃない？ 45度違う乗る前はただののんびりした乗り物だろうと油断していました。ところが体感では80度もあるかのような恐ろしい急勾配。スリリングな時間になりました。すごい、街が一望できるじゃん。ねねえ、すごいなこれ。すごいね、美しいね。すごいな、これ登るんだ。うん、強くなってる。たどり着いた鍾乳洞は昭和の初めに発見された場所。ちょっとした探検が始まるようでワクワクします。そう、一歩一歩ね。こういうところは GoPro の方がいいよな。ああ、ここ滑るぞ。気をつけた方がいいな、これ。この見るからに滑りそうな濡れた階段。重いジンバルを両手でガチガチに抱えながら降りるのはかなりヒヤヒヤでした。足元ばかり気になって探検どころじゃありません。見てこれ、こっち。こうなんかディズニーランドでこういうのあったよね。あったねすごいよこれ。ちょっと想像してたより本格的だよね。足をどうぞそうだよね。すごいね。そこ階段あるよねえ、こう降りてくんだ。手すりはなさそうだね。長い年月をかけて水と石灰岩が作り出した自然の造形。洞内に入ると外の明るさが嘘のように消え去り、ひんやりとした空気と静かな時間に包まれます。すごい。化石なんだこれ。鍾乳洞の奥には動物たちの化石が祀られていました。およそ1万年前、縄文時代に生きていたとされるものもあります。はるか昔からこの山には命の営みがあったことを静かに伝えてくれます。高台にある山小屋で休憩。優しく出迎えていただきました。コーヒーしみる。体に。旅の終わりにほっとする時間。主剣道の歴史が残る山あいの町泥川温泉。古い宿、静かな湯、そして山の奥深くに広がる鍾乳洞。派手な刺激はありません。
けれどここにはゆっくりと心がほどけていくような時間がありました。またいつか季節を変えて訪れたい場所です。